アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ作、大久保優役、あの時の王子くん。レオン・ウォルトに、子供の皆さん、許してください。僕はこの本を一人の大人の人に捧げます。でも、ちゃんとしたわけがあるのです。その大人の人は、僕の世界で一番の友達なんです。それにその人は何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかも、その人は今、フランスにいて、寒い中、お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、この人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ、捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトに。1、僕が6つの時読んだ本に素晴らしい絵があった。全部本当の話という名前の自然のままの森について書かれた本で、そこにボアという大きな蛇が獣を丸飲みしようとするところが描かれていたんだ。だいたいこういう絵だった。ボアという蛇は獲物を噛まずに丸飲みします。その後はじっとお休みして6ヶ月かけてお腹の中で溶かしますと本には書かれていた。そこで僕はジャングルではこんなことも起こるんじゃないかとワクワクしていろいろ考えてみた。それから色鉛筆で自分なりの絵を初めて描いてやった。作品番号1。それはこんな感じ。僕はこの傑作を大人の人に見せて、怖いでしょと聞いて回った。でもみんな、どうして帽子が怖いのって言うんだ。この絵は帽子なんかじゃなかった。ボアが象をお腹の中で溶かしている絵だった。だから僕はボアの中身を描いて大人の人にもうまくわかるようにした。あの人たちはいつもはっきりしてないとダメなんだ。作品番号2はこんな感じ。大人の人はボアの絵なんて中が見えても見えなくてもどうでもいい。とにかく地理や歴史、算数や国語の勉強をしなさいと僕に言いつけた。というわけで僕は6歳で絵描きになる夢を諦めた。作品番号1と2がダメだったからめげてしまったんだ。大人の人は自分では全く何にもわからないから子供はくたびれてしまう。いつもいつもはっきりさせなきゃいけなくて。それで僕はしぶしぶ別の仕事に決めて飛行機の操縦を覚えた。世界中をちょっと飛び回った。地理を勉強してほんと役に立った。一目で中国なのかアリゾナなのかがわかるから夜中に飛んで迷ってもかなり助かるってもんだ。こうして僕は生きてきてちゃんとした人たちと大勢出会ってきた。大人の人の中で暮らしてきた。近くでも見られた。でもそれで何かいいことが分かったわけでもなかった。
少し賢そうな人を見つけると、僕はいつもとっておきの作品番号1を見せてみることにしていた。本当のことがわかる人なのか知りたかったから。でも帰ってくるのは決まって帽子だねって。そういう人にはボアのことも自然の森のことも星のことも喋らない。向こうに合わせてトランプやゴルフ、政治やネクタイのことを喋る。すると大人の人は物事がはっきり分かっている人とお近づきになれてとても嬉しそうだった。2、それまで僕はずっと一りぼっちだった。誰とも打ち解けられないまま、6年前、ちょっとおかしくなってサハラ砂漠に降りた。僕のエンジンの中で何かが壊れていた。僕には見てくれる人もお客さんもいなかったから、直すのは難しいけど、全部一人で何とかやってみることにした。それで僕の命が決まってしまう。飲み水はたった7日分しかなかった。1日目の夜、僕は砂の上で眠った。人の住むところは遥か彼方だった。海のど真ん中、いかだでさまよっている人よりももっと一りぼっち。だから僕がびっくりしたのもみんなわかってくれると思う。実は朝日が昇る頃、僕は不思議な可愛い声で起こされたんだ。ごめんください。羊の絵を描いて。え、僕に羊の絵を描いて。雷に打たれたみたいに僕は飛び起きた。目をゴシゴシこすってパッチリ開けた。するとへんてこりんな男の子が一人思い詰めた様子で僕のことをじっと見ていた。後になってこの子の姿を割とうまく絵に描いてみた。でもきっと僕の絵は本物の魅力にはかなわない。僕が悪いんじゃない。6歳の時、大人のせいで絵描きの夢を諦めちゃったから。それからずっと絵に触れたことがないんだ。中の見えないボアの絵と中の見えるボアの絵があるだけ。それはともかく、いきなり人が出てきて僕は目を丸くした。何せ、人の住むところのはるか彼方にいたんだから。でも、男の子は道を探しているようには見えなかった。ヘトヘトにも腹ペコにも、喉がカラカラにも、ビクビクしているようにも見えなかった。人の住むところのはるか彼方、砂漠のど真ん中で迷子になっている。そんな感じはどこにもなかった。やっとのことで僕はその子に声をかけた。ここで何をしてるの？するとその子はちゃんと伝えようとゆっくりと繰り返した。ごめんください。羊の絵を描いて。ものすごく不思議なのに、だからやってしまうことってある。それでなんだかよくわからないけど、人の住むところのはるか彼方で死ぬかもしれないのに、僕はポケットから一枚の紙とペンを取り出した。でもそういえば、僕は地理や歴史、算数や国語ぐらいしか習っていないわけなので、僕はその男の子にちょっとしょんぼりしながら、絵心がないんだと言うと、その子はこう答えた。大丈夫。僕に羊の絵を描いて。羊を描いたことがなかったから、やっぱり僕の描ける2つの絵のうち1つをその子に描いてみた。中の見えないボアだった。その後、男の子の言葉を聞いて僕は本当にびっくりした。違うよ。ボアの中の像なんて欲しくない。ボアはとっても危ないし、
象なんかでっかくって邪魔だよ。僕んち、すごく小さいんだ。羊がいい。僕に羊の絵を描いて。なので、僕は描いた。それで、その子は絵をじっと見つめた。違う。これもう病気じゃないの？もう一回。僕は描いてみた。坊やは、しょうがないなあというふうに笑った。見てよこれ。羊じゃない。お羊だ。角があるもん。僕はまた絵を描き直した。だけど、前のと同じでダメだと言われた。これ、よぼよぼだよ。欲しいのは長生きする羊。もう我慢できなかった。早くエンジンをバラバラにしていきたかったから、さっとこういう絵を描いた。僕は言ってやった。箱、ね。君の欲しい羊はこの中。ところがなんと、この絵を見て、僕の小さな審査員くんは目をキラキラさせたんだ。そう、僕はこういうのが欲しかったんだ。この羊、草いっぱいいるかな？なんで？だって、僕んちすごく小さいんだもん。きっと平気だよ。あげたのはすごく小さな羊だから。その子は顔を絵に近づけた。そんなに小さくないよ。あ、眠っちゃった。僕があの時の王子くんと出会ったのはこういうわけなんだ。